なんでみんな下降りてるの？上上がんないよ。こんないっぱいいらないよスタッフ。ホステス級の調整をしないといけないですよね。そこがクラブの一番の仕事ですか。抜いてあげてください。ちょっと一回分かれたりとかしてるので抜いてあげてください。船を3階に持ってって、で一家をどうする、まあ忙しいんだったら一家は話すんで、もし今日みたいにちょっと静かな時だったら少し彼一緒に、一応仕事の面で新しい仕事を振っていただけるということで、それについてのお話をしていました。今日から付け回しのメンバーをちょっと教えていただけるということなんで。黒黒の中でも花形です。結構花形ですね。僕も2週間お店見てて結構一番メインの、ね、お仕事かなっていうのを感じてますよ。いや、もうじゃ大抜擢。いや嬉しいですね。嬉しいと思います。どうして彼なんですか？彼1教えると3できる子なんで、まだ2週間って言ってましたよ。入学して経験関係ないんじゃないですか。センスですから。センスを感じたの。分かるんですか？いや、分からないですよ。どっちですか？分からないけど別に試しましょうよ。なんでダメならまた次考えればいいんです。今若い子に育ってもらいたいと思う。で基本僕取るんで、それは見ててください。わかりました。で、まあ、こんなもんだなって肌で感じてもらえればいいんで、あとはその取り方、どういうふうなフレーズ使えば取りやすいかとか、なかなか係が話してくれないとかそういうとこもあるし、それでも抜き切ります。でよく今呼んでますとか今抜いてますとかっていうのは正直もうそんなの言い訳できないんで、呼ぶのが仕事で、その抜き切るのが仕事なんで、呼び切るのが仕事なんで、次に移すのが僕らの仕事なんで、呼んでて立たないっていうのはこれはもうメンバーの腕なんで、あとはまあ今日見てもらってなんかこう感じたり分かんなかったりしたことがあればそれは後で見てきてください。わかりました。はい、エリアさん。どうも、おはようございます。じゃあユリアさんです。さすがマネージャー2人。後でルミさんちょっともちろんですよ。大丈夫です。僕に任せてください。あ、アフターのことじゃなくて。アフターは網を確認ちょっとしたんですけど、お席にはみんなと網をつけてます。結局そのテーブルっていうのはお客さんが時間を出して買ってるんですよ。お客さんのテーブルなんです、そのテーブルって。だからそこに女性を配置して、だからテーブルに手を出すときに失礼しますので、お客さんを買ってるところだからそこは、テーブルチャージとか取ってるわけだからさ、お客さんがその空間を買って楽しんでるわけだから、そこに手を入れるんだから失礼しますだし、そこから女性を借りるっていう感じ。例えばお客さんがあの子呼んでって言ってるんだったら、そこから女性を抜くんだから、ちょっとお借りしますっていうのが当然のことだ。そんな感覚でいたら。わかりました。難しいんですか？世界で一番難しいんじゃないですか。それは言い過ぎだと思う。そう思います。難しいですよ。どういったところがですか？正解がないところです。やっぱりお客様の要望と係の要望と人数合わせたって中身がなければお客さん満足して係満足しませんし、まあそこがキャバクラとの違いじゃないですか。お客さんの好みとかもちゃんと分かる。もちろんそうですよね。まあもちろん私は分かんないですけど、係が一番分かってるわけですから、係の要望をどれだけ叶えられるか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、どうぞ。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。7円まで。3名様です。
エレベーター教えて。めぐみさんお願いします。リカさんお願いします。女性間失礼します。よろしくお願いします。めぐみさんです。お願いします。間入りましょう。間に。めぐみさんどうぞ間に。間に失礼します。リカさんです。お願いします。7山の伊藤さんですね。伊藤さんです。ちょっと久しぶりの伊藤さんです。よろしいですか。失礼します。女性失礼します。こっちかな。どうかな。あみさんです。お願いいたします。7山の到着時間具体的に分かったら教えて。その前につけておきたいから。わかりました。わかりました。今日3件かぶってだからそんなのいいんで何分後か聞いてるんだよ。で最短で10時までに10時までに来るんで。7山のが20分ぐらいですね。あと10時ぐらいまで来る感じですね。ちょっともうちょっとお願いします。はい。で必ず質問に対しては回答を出して、でママが3件かぶってるとかそんなの関係ないから、そこまで伝える必要ないから。ね、7山はあれですかって言ったら必ずその回答もう出さないで、分かんないなら分かんないって回答出せばいいし、ね、20分かかるって村田さんに言ったのよ。電話しないママに伝わってるんだけど、早くてもちょっと10時ぐらいかなっていう感じなんだよ。まあ最後までいると思うんだよ。それで7級つくの7件作って言ってました。そしたら最後多いじゃん。置いてたよ。プレゼント用意しました。7級のお客様が女の子がつけに剥がして入れ墨出してるんですよ。席抜いていいですか。抜いてもう一回いや抜いてあげてください。ちょっと一回出されたりとかしてるんで抜いてあげてください。ダメですね。銀行スペース禁止っていうルールなんか接待の学んで、ちょっと僕もちょっと入ったことはないですけど、まあちょっとふさわしくないという。いやあれお客様に話されちゃって、それでちょっと怒っちゃって抜けたって感じです。買ってたんだもん。あ、そうそうそう。で下のお客さんとは7山のお客さんですけど、ちょっと酔ってて、ちょっとその間見てもらえるか。失礼いたします。ご紹介いたします。三里マネージャーです。お願いします。お騒ぎをしてくるお客さんだったんです。分かった。はいはいはい。分かりました。すごい特殊なお母さんなんですけど、あの人酔っ払ったふりして酔っ払ってないんですよ。まあ酔ってるんだけどちゃんとしてるんですよ。でめちゃめちゃ聞いててめちゃめちゃしっかりしてるんですけど、例えば私が今こうやって普通に話せるじゃないですか。しっかりしてるじゃないですか。でもこれを酔ったふりすることできるじゃないですか。なんでそんなことするんですか。なんだろう、昔からあの人そうなんですよ。でも本当にやらしくないんですよ。あの人絶対にホテルに誘わないんですよ。で銀座で3、40人飲んでるんですよ。あんだけであの人だとか言って酔っ払ったふりしながら売り上げを上げてあげたいと思う時にわざとボトルをアイスペイにダーッ担ぐんですよ。おー飲め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 とかやってもうもう一本持ってこい何々持ってこいとかわざとやるんですよ。照れ隠しみたいなとこあるかもしれない。めちゃめちゃいいお客さんですあの人。そうなんだ。はい。なんでみんな下降りてるの？上上がんないよ。こんないっぱいいらないよスタッフ。2階ぐらい。
対応お願いしてる。あ、そう。対応お願いして、ここにいたって返信出ないから、対応はインカムでやるから、うるほどな。何名これ、1名。1名。あれ、上に、こういうのがあります。皆さん。これ全員全員。皆さんが採用してます。どうやって作るんだよ。全体的に見たらまあ暇ですけど、ホステスさんの量が足りてないんで、どうしても付け回しは忙しく見えるかなっていう、どんどん抜いてつけて抜いてつけての繰り返しなので。ギリギリの人数でやってるんですか、毎日。売り上げがいい月はいいんですけど、1月ってどこも悪いんですよ。まあそうじゃなくてそうですけど、売り上げに対しての人数ってやっぱり計算してやっていかないと、例えばでしょ、じゃあ売り上げがじゃあ1億でも2億でもいいんですよ。でもそれ以上の給料のホステスを毎日で溢れるぐらいにしてたら、利益はもちろん赤字になっちゃうじゃないですか。だからホステス給の調整をしないといけないですよね。でそれはシフトを出してもらった中で、今のうちの在職の中でうまくそれは組んでいかないといけない。そこが黒服の一番の手腕じゃないですか。思いますよね。失礼いたします。女性間によろしいでしょうか。失礼します。こんにちは。間に失礼します。お願いします。サルさんです。お願いいたします。はい。サルさんはもう今外しました。ちょっと別の今つけてもらってるので、ちょっとかもしれないです。そうですね、今下の7万のところで。間違えただけ、カラーを見て、あっと思って間違えただけで、普通に間違えただけ、あれしまったと思って、でそこでリクエスト入ってて、そっちの気持ちになってただけです。嘘じゃないです。バレーの前にリカバリーしてください。いや、14択で1人入れたいなと思ってたんです、サラちゃん。あゆみさん10択、なんかリクエスト取ってないの、あとあゆみさんだけでしょ。あゆみさん10択入れれば、すべてのリクエストは終わりかな。で、20がアップしたら、オープンで、それからあゆみさん取れるんで、それまで、美里さんに、ちょっと待って、一回声で入れといた方がいい。今20択アップするんで、アップしたら、皆さん、アミさん取りますんで、あともう来ちゃって、一回エクスキューで入れとけば、怒られない。もう多分これでとりあえずは大丈夫なんだけど、問題はここからの来店で対応するのは、今2人出してるんで、2人出してるんで、それ以上は止めてるんだけど、それでだから今、みなちゃん戻って、さわちゃん戻れば、1人借りても対応できる。まだ増えてる。で、アミさんを取って、アミさんを10択つければ、とりあえず今、このところは。ありがとうございました。終わりですね。で今入って3週間目の営業を終えたところですけど、女の子の名前は基本的に全員覚えてたんですけど、お客様の名前とでお客様にどの女の子が合うのか、係はどの女の子を欲しがってるのかっていうのを把握して、それ通りにつけるっていう。でも中にやっぱりね、役としてやっぱ人気の子もいるんで、リクエストがかぶったりするんで、そこはやっぱうまいことをやっていくって感じですね。まあ、教育っていうのもね、おこがましい話なんですけど、教えてほしいっていうか、教えてあげてほしいっていうことは言われてますので、ある程度私の判断ではやってますけど、そういう意味では何も色がついてないんで、何でも素直に聞いてもらって、またその中でね、目をランランと輝かしてる、輝いて話聞いてくれるスタッフなんかいると、まあ将来楽しみだなっていうところがありますね。基本的にはみんな